この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今回はこちらの1ビット CPU を作りましたので、どうやって作ったのか、そしてこちらの回路で実際に作った1ビット CPU の動作検証をしてみます。以前オペアンプ回路を自作した時のオープンソース半導体コミュニティの医師会に今回も協力してもらってトランジスタレベルから1ビット CPU を自作しました。実際に作り始める前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。プリント基板というとこういった緑色の硬い基板を想像しますが JLC-PCB では柔らかいフレキシブル基板も作れます。ウェアラブル機器やより柔軟性の高い部品配置でフレキシブル基板はほぼ必須となっています。今現在フレキシブル基板を多くの人に使ってほしいということで価格をかなり下げて製造しています。 100×100mm が5枚で2ドルからかなり安いですね。フレキシブル基板を補強するための補強材もいろいろ選べてポリイミド、FR4、ステンレス、3M テープ、さらに EMI シールドフィルムも選べるようになっています。フレキシブル基板のクーポンも概要欄のリンクで配布していますので皆さんもぜひいろいろ作ってみてください。また JLC-PCB が2026年6月10日から12日まで開催される JPCA ショーに出展します。東京ビッグサイトで3日間やりますので都合の合う方はぜひ立ち寄ってみてください。今回1ビット CPU を作っていくわけなんですけども1ビット CPU 自体は私が考えたわけではなくて元ネタがあります。概要欄にも書いてありますがナオト64さんが作った回路をほぼそのまま ASIC 化しています。元々の回路としてはこのようになっていてこれを ASIC 化するとこのようになります。今回はクロックや表示回路なんかは外部回路を使っていますが CPU 部分についてはほぼそのままの回路となっています。本人も販売ページで言われているように1ビット CPU は世界でもトップクラスの低性能コンピューターとなります。今回はそれを ASIC 化していくわけです。回路の構成としてはレジスター、演算機、プログラムカウンター、ROM、デコーダーです。レジスタは D フリップフロップを使っています。演算機はナンドゲートを4つで構成している EX-OR です。半加算機の足し算の部分で繰り上がりの部分はありません。デコーダーも AND、OR、NOT 回路で構成しています。ROM にもゲートはありますけども実際の値を決めているのは外部で使っている DIP スイッチです。プログラムカウンターは1ビットですしレジスターも1ビットです。非常にシンプルな構成といいますか最小構成の CPU かなというところです。こういったこともありまして命令も足し算とジャンプの2つだけです。今回は元々の論理ゲートはありますのでそれを並べていってレイアウトをしていきます。前回のオペアンプ設計と同じくオープンソースレイアウトエディターの K レイアウトを使いました。前回のオペアンプの時はアナログ回路だったのでトランジスタのレイアウトにはかなり気を使った設計をしていました。例えばビアを2つにしたりコモンセントロイドで特性を揃えたり端っこの方にダミーのトランジスタを用意したりなんかです。なんですけども今回はデジタル回路の設計なのでそこまで神経質にならずにレイアウトできます。しかも使うトランジスタについてもスタンダードセルと呼ばれる今回のプロセスや PDK に最適化されたトランジスタの組み合わせみたいのが用意されています。今回やったことは必要なスタンダードセルを選んで並べていってそれをメタル層でつないだそれだけです。これは今回使ったスタンダードセルです。入力出力がありましてそれらを前後のスタンダードセルにつないでいきます。最初から動作が確立されたものが用意されているのでトランジスタの動作の設計に気を使う必要がなくてレイアウトというか配線作業に集中できるのはかなり楽です。実際アナログ回路と比べると今回のデジタル回路のレイアウト作業と配線作業はかなり簡単でした。回路の規模や使うトランジスタの数が違うので単純な比較はできないんですけど前回のオペアンプのレイアウトが数十時間かかったのに対して今回の1ビット CPU は 2,3 時間程度で終わっています。前回と比べると正直言ってかなり楽でした。次は製造に入っていきます。前回と同じく回路の設計とレイアウトは自分たちでやって製造については外部のファウンドリーに委託します。当然今回もチップの相乗りはやっていまして一つのチップのスペースをみんなで分け合って使っています。なので一人当たりのコストをできる限り低くするということができています。使ったファウンドリーですが今回は東海理化を使っています。東海理化実は半導体作っているんですね。
製造工程の途中の写真も送ってもらいまして、このようにアルミメタル配線の前後で一見ロゴが入る差分の写真なんかも送ってもらっています。こういうのを見ると実際に半導体が作られているんだというのがよくわかりますね。こちらが実際に製造が完了したものです。ベアチップのものとパッケージングされたものがそれぞれあります。ベアチップのものをデジタルマイクロスコープで見てみました。このように他の人の回路と一緒に載っているので、なんか色々入っているなというのがわかりますね。今回一見が作った回路は右上にあるこの回路の部分です。拡大してみるとしっかりと作られていることがわかります。ここからは1ビット CPU の動作を確認していきます。こちらのチップだけでは動きませんので、チップを入れるソケットのボードと周辺回路はブレッドボード上で組みました。この部分が1ビット CPU。ディップスイッチが ROM です。命令とイミディエイトデータを決めています。LED 周辺はクロックとプログラムカウンター、レジスターの状態を見ています。1ビット CPU なので、プログラムカウンターは0か1ですし、レジスターも1個だけです。1ビット CPU に使った最小単位のスタンダードセルでは LED を駆動できるだけの電流を出せません。ですのでバッファー用のトランジスタで LED を駆動しています。これを CPU として良いのか分かりませんが、とりあえず動かしてみます。というか実はこれもう動いているんですね。ここのディップスイッチで命令とイミディエイトデータを決めています。使っているのはディップスイッチの1、2、7、8、その4ビット分だけです。命令はジャンプとアドしかないので、今それをですね、ひたすら実行しています。今実行している命令はジャンプ0です。当然足し算とかそういう命令も実行していないので、レジスターも0のままです。次やってみる動作はジャンプ1、ジャンプ0です。ディップスイッチでイミディエイトデータを変えます。まずジャンプ1にするには、この1、2の部分をオンにします。そしてですね、ジャンプ0はどうなるかっていうと、この7、8の部分をオフにします。命令のビットが1の時、それはジャンプの命令です。0はですね、この後出てくるんですけど、アドです。イミディエイトデータのところは 0V が0で、5V が1です。ですので、今これはジャンプの命令をしていて、どこにジャンプするかっていうと、プログラムカウンターが1のところにジャンプするわけですね。次、こちら、7のところが 5V になっているので、これはジャンプの命令です。そしてですね、8のところ、こちら 0V になっているので、これはジャンプ0の命令です。ですので、まずリセットをして、バンチ0のジャンプ1を読み込んで、プログラムカウンターは1に飛びます。次にですね、プログラムカウンター1のところにある命令は何かっていうと、ジャンプ0なんですね。ですので、もう一回プログラムカウンターが0になると。それをですね、ひたすら繰り返すという、そういった動作になっています。当然こちらの命令も足し算とかはやっていませんので、レジスターは点灯しません。次にやるのが、レジスターに1を加算し続けるプログラムをやってみます。加算の命令は、ここが0。イミディエイトデータは1を加算し続けるので、5V で1にします。プログラムカウンターが続くと、こちらの命令の方に行くわけですけども、1を加算し続けるので、ジャンプ0にする必要があります。命令はジャンプでイミディエイトデータが0になっているので、ジャンプ0になっています。これを実際に実行してみましょう。では電源を入れます。まずはリセットボタンを押したままにして電源を入れます。リセットボタンを離します。はい。良さそうですね。まず動作を見てみると、1回目のクロックが入ったところで、プログラムカウンターは1、そしてレジスターの部分も1となりました。こんな感じです。もう一回いきますね。1回目のクロックを入れるとプログラムカウンターが1で、そしてレジスターも1です。これはまず何が起こったかっていうと、レジスターに1を足しますっていうことをしました。そうすると当然ですね、レジスターに1が加算されますので、ここが光るわけですね。でその命令実行するとプログラムカウンターに1が加算されますので、同じように一発目のクロックでプログラムカウンターも光りますと。で次にですね、ジャンプ0の命令を実行します。そうすると次のクロックが入った時に、分かりますか？こういうふうについて、もう一回クロック入るとプログラムカウンター消えましたよね。もう一回いきますね。プログラムカウンターついて、もう一回クロック入るとプログラムカウンター消えてというふうになります。でレジスタについては特に足し算とかはしていないので、そのままの状態を保ちます。これですね、ジャンプ0でもレジスターはそのままという状態です。
で、プログラムカウンターが0になったら次どうなるかっていうと、add A1 をするんですね。つまり、レジスターが1のところにさらに1を足すと。今回加算機は足し算をするだけで、キャリーは特に考えていません。ですので、1と1を足したら0になるんですね、その部分は。動作的にはこうですね。はい。1と1足されたので、レジスターは0になると。この動作をですね、ひたすら繰り返していきます。なんかね、こんな感じで動いているのが分かってよかったです。こういう自作とか CPU とかいうワードが出てくると試したくなるのがオーバークロックです。当然ですね、今入力の周波数は 1Hz なんですけども、この入力周波数を高くするとそれはオーバークロックになります。今回作った CPU のプロセスの電圧は 5V が標準的な動作電圧です。まずは 5V の時に何 Hz まで動作するのかを確認します。クロック周波数が 1Hz の状態からどんどん周波数を高くします。これが今 10Hz です。なんか問題なく動いてはいそうですね。こんな感じでどんどん高くして、こちらが今 50Hz。動いていそうなことはわかるんですけども、肉眼では追えないのでオシロスコープを使います。では実際にやっていきます。今 100Hz で動作していますが、問題なく動いてそうですね。上から順番にクロック、プログラムカウンター、レジスターの状態です。波形で見てみると分かりやすいですよね。クロックがまず一発目入った時に add A1 されてレジスターの値が1になると。それと同時にプログラムカウンターの値も1になりますと。次のクロックの立ち上がりの時にどうなるかというと、ジャンプ0になります。そうするとプログラムカウンターは0になると。レジスターは特に操作されていないので1の状態を続けています。次のクロックの立ち上がりが入るとレジスター A に1が加算されますので、レジスター A は0になると。繰り上がりは特に用意されていません。で、プログラムカウンターは1になると。その動作をひたすら続けています。周波数をさらに高くして 1kHz にします。今 1kHz です。良さそうですね。こちらは次 10kHz。これも問題なく動いていそうです。さらに周波数を高くして、はい、100kHz。いいですね。さらに高くして、今 1MHz です。結構高くなってきましたね。それでもね、こういう風に動いてしまっています。ただ波形は結構なまってきたりしていますね。この辺りがトランジスタの設計が効いてくるポイントかなと思います。さらに周波数を高くしていきます。こんな感じでかなりなまってきて 0V まで下がっていない箇所があります。さらに高くして 3MHz。一応動いてはいますけど結構ギリギリな感じです。3.1。ダメですね。3.1MHz のところでレジスターの値がおかしくなったりだとかしています。ですので電源電圧が 5V で動作するのは 3.1MHz までということになります。では次やることは何かというと、電源電圧上げていきます。 6V です。なんか動き始めましたね。この時周波数は何メガヘルツまで上がるかというと、このぐらいですね。 3.7MHz までは上がります。さらに電源電圧を高くして、次は7V です。一応動きますね。周波数もさらに高くして、周波数は 4.3MHz です。さらに電源電圧を高くして、次は 8V。見る対象の波形をですね、少なくした方が CPU の動作に与える影響というのは少なくなりますので、プログラムカウンターの値は今から見ないようにします。見るのはクロックの入力とレジスターの状態だけです。そうしますとだいぶ周波数も高くできるんですね。影響が少なくなったからです。プログラムカウンターの値を見なくなったら、入力電圧 8V の時でクロック周波数は 8.4MHz まで動作するようになりました。一応トランジスタ自体の動作は今回 8V までは保証されています。リプルだとかサージも含めた電圧なので、配線とかそういうのを含めるとなんか 8V 超えてそうな気もしますけども、とりあえず動いているんで大丈夫ですね。次はさらに電圧を高くして 10V いきましょう。周波数は 8.4MHz からどんどん高くしていって 10MHz が限界ですね。 10.1MHz にするとところどころ変な動作していますよね。さらに入力電圧を高くして 11V にします。そうするとね、
消費電力一気に増えるんですよね。10ボルトの時だいたい 65mW ぐらいの電力消費なんですけど、電源電圧を11ボルトにすると 170mW ぐらいまで増えます。入力の周波数はどうなるかっていうと、さらにオーバークロックはできるんですけども 10.4MHz とかそのぐらいですね。さらに電源電圧を上げるとどうなるかっていうと、12ボルトにするとやばい、電源電圧11ボルトの時は 166mW ぐらいの電力消費ですが、12ボルトにするとこんな感じで一気に 0.5W ぐらいまで増えます。これはちょっとトランジスタ壊れそうですね。実際サーモグラフィーで温度を確認してもそこそこ発熱している様子が確認できます。今回は他の回路も相乗りになっているので、その回路もですね、実は電源供給をされているので、そのあたりも効いてきそうですが、なんかやばそうなんでこのぐらいにしておきます。ちなみに今回の回路なんですけど、こういう風にですね、1ビット CPU までの配線長がかなり長いです。こういったブレッドボードではなくてプリント基板で専用の回路を設計すれば動作周波数はもう少し高くできそうな気がします。はい、というわけで1ビット CPU を ASIC 化しましたという動画でした。CPU の動作としては L 値化ぐらいしかできないんですけども、半導体の設計とかレイアウトを勉強するには面白い題材かと思います。参考にしたリンクは概要欄にまとまっていますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。もしこの動画が役に立ちましたら高評価、また何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。